これは宇宙から取られたアポロ13号の機械船である。外板のパネルが一つ吹き飛んでいる。月へ向かう途中で起きた酸素タンクの爆発だった。だが、この事故を調べた委員会はそれを偶然の故障とは呼ばなかった。1970年、コートライト委員会報告。その報告書は原因をたどった先にこう記している。全当事者が共有した重大な見落としと、その原文を一つずつたどっていく。この報告書は事故の後、航空宇宙局 NASA が招集した調査委員会がまとめたものだ。委員長は当時ラングレー研究所を率いていたエドガー・コートライト。委員には月を歩いたニール・アームストロングも名を連ねた。委員会は報告書の冒頭近くで事故をこう総括している。統計的な意味での偶然の故障ではないと。いくつかの誤りの重なりと許容度の低い設計とが組み合わさった結果だったと委員会は書いている。報告書は委員会自身の判断と分野ごとの専門部会の報告という二層の構造をとっている。見落としは電源の使用から始まっている。1962年、ヒーターの元の設計電圧は 28V だった。ところが1965年、地上で加圧する作業のために、給電が 65V へ引き上げられた。だがタンクの中のサーモスタットスイッチは、その 65V に合わせて使用が更新されなかった。スイッチの定格は 30V。事故の後の試験で 65V をかけて開こうとした瞬間、接点が溶けてくっつき、閉じたまま固まることが分かった。加熱を防ぐはずのスイッチが、その働きを失っていた。この食い違いを、誰かが書類の上で見つけることはできたはずだった。だが委員会は、こう記している。NASA、ノースアメリカン社ビーチ社のいずれの書類レビューでも検出されなかったと。そして、こう続く。全当事者が共有した重大な見落としだった。付録の設計報告を読むと、スイッチの使用書そのものが電圧の種類も大きさも定めていなかったことがわかる。電圧を定めない仕様とそれを実際の使用条件で確かめない試験。報告書はこの組み合わせを設計上の欠陥と呼んでいる。見落としがどれほど静かだったかは試験のやり方に現れている。工場での受け入れ検定は 6.5V の交流を 0.1A 流しただけだった。電力にしておよそ 0.65W。豆電球一つを灯す程度である。ところが、打ち上げ前のケネディ宇宙センターで、このスイッチに実際にかかった負荷は、65V の直流におよそ 6A。電力にしておよそ 390W だった。デスクトップパソコンを1台動かすくらいの電力である。検定と実際との間には、桁がいくつも開いていた。つまり工場の試験は、欠陥が現れるはずの負荷には一度も達していなかった。保護を失ったスイッチが次に問題になったのは地上での作業だった。特殊なデタンキング、つまりタンクから酸素を抜く作業の最中、ヒーターは 65V のまま長い時間つけっぱなしになった。事故後の試験からヒーター管の温度は最大でおよそ540度に達しうると見積もられている。その熱ですぐそばを走る配線のテフロン被覆が傷ついた。と報告書は記す。傷はタンクの外からは見えないまま気体に積まれた。そして打ち上げからおよそ56時間後、ファンでタンクの中身をかき混ぜたとき、傷んだ配線がショートし着火した。酸素タンクは内側から燃え、機械船の外板パネルが一つ吹き飛んだ。問題は機械の中だけではなかった。そもそもアポロ13号では、警報がそれまでにも何度も意味なく鳴っていた。委員会の所見の一つは、事故のその瞬間にも、乗員も管制も、警報を受け取っていなかったことを記している。酸素タンクの圧力が、警報の敷居値を超えたその時、酸素と水素を合わせて扱う同じ極低温の系統では、水素の圧力低下を告げる警報がすでに出ていた。そのため危険を知らせるマスター警報が抑えられ、乗員にも管制にも通知されなかった。所見は仮に警報が出ていたとしても、その時点でタンクの破壊は防げなかったとも付記している。さらにこのタンクにはあまり知られていない経緯があった。もともとこのタンクはアポロ13号ではなくアポロ10号のために組み立てられたものだった。出荷の前にはいくつもの不具合が正式な免除の手続きを経てそのまま認められていた。ただし委員会はこうして免除された不具合そのものを爆発の原因とはしていない。1968年、電磁干渉を防ぐ対策として、
タンクを乗せた棚を機体から外す作業の最中、棚が落下する事故が起きた。落下の後、目視や耐圧、漏れ、機能の再試験が行われ、棚は合格と判定された。その上で翌月、アポロ13号の機械船へ付け替えられた。ただこの再試験に、極低温での試験は含まれていなかった。後に打ち上げ前、タンクから酸素を抜く通常の脱炭作業がうまくいかなくなった。そのために行われたのが、あの特殊なデタンキングだった。だがその時、この落下のことは担当者たちへ報告されていなかったと委員会は記している。委員会が原因としてたどったのは一つの項目ではなかった。落下でタンクに酸素を注ぎ入れる充填管の部品がずれていた可能性、特殊なデタンキング、65V のままの長時間の加熱、そして更新されなかった電圧仕様とそれを捉えなかった試験、その組み合わせだったと報告書は記している。更新されなかったスイッチ、鳴らなかった警報、報告されなかった棚の落下。委員会が統計的な意味での偶然の故障ではないと結論したのは、いくつかの誤りの重なりと許容度の低い設計の組み合わせを指してのことだった。その上で、この3つを並べたとき、見えてくるものがある。どれもが、誰か一人の見落としではなく、書類と手続きの連なりの中で、次々に見過ごされていったという点である。この報告書は最終報告書として提出された。ただし委員会は解散ではなく休会とされた。残る特別試験の結果次第で、所見や判断、勧告を修正する必要がないか再検討するためである。また報告書は、着火を起こした配線の短絡とは別に、飛行中事故のおよそ9時間前に、タンクの液量プローブで起きていた短絡についても記している。その原因は、緩んだ充填管の部品か、ハンダの飛沫か2つの説を併記したまま、1つには絞られていない。アポロ13号の乗員は生きて地球に帰ってきた。だが、この報告書が残したのは生還の物語だけではない。全当事者が共有した重大な見落とし。その一行に事故の真がある。委員会はこれを誰か一人の怠慢としては書いていない。その真を付録の設計報告までたどると、サーモスタットスイッチの使用書に行き着く。そこに電流の容量は規定されていた。だが、電圧の大きさも、交流と直流の別も規定されていなかった。電圧を定めない仕様とそれを実際の使用条件で確かめない試験。報告書は、この組み合わせを設計上の欠陥と呼んだ。ではこの連なりを、次はどこで立てるのか。その問いへの答えは、この報告書の範囲の外にある。アポロ13号の事故を調べたこの報告書は、機密の文書ではない。当時から交換されている航空宇宙局 NASA の公式記録であり、今も全文を読むことができる。委員会はこれを最終報告書として提出した上で、残る特別試験の結果次第で、所見を見直す余地を残し、休会に入った。だから私たちも、結論を足さず報告書が書いたところまでをそのまま並べた。本チャンネルは、世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を、原文の記述に忠実に紹介していく。これからも、世界各地各年代の事案を、一件ずつ辿っていく。